あなたの行動があなたの将来をどのように形作りますか？未来は今日の行動によって決まる。マルコム X。 この言葉を残したのは公民権運動の指導者マルコム X です。皆さんこんにちは、こんばんは。今回はマルコム X の言霊を紹介していきます。未来は今日の行動によって決まる。この言葉は日々の行動が未来を形作る重要性を教えてくれます。マルコム X は公民権運動のリーダーでした。人種差別や不平等に立ち向かい、アフリカ系アメリカ人の権利拡大を訴え続けた人物です。その背景には彼自身の困難な人生経験がありました。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆さんのパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまずマルコム X のルーツを探るところから始め、彼の言霊が生まれた背景を深掘りしていきましょう。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、カミルです。今日はマルコム X さんについて教えてください。彼って公民権運動で有名だけど、どんな人生を歩んできたんですか？いい質問だね。マルコム X は1925年、アメリカのネブラスカ州で生まれたんだ。父親は黒人解放運動の活動家で、母親も強い意志を持った女性だったよ。活動家の家庭って、志の高い家族に囲まれていたんですね。じゃあ、幸せな子供時代を送っていたんですか？それが、残念ながらそうじゃなかったんだ。マルコムの家族は人種差別の激しい時代に生きていて、父親は白人至上主義者の脅威にさらされ、悲劇的な死を遂げ、家族はバラバラになってしまった。彼自身も不良グループと関わるようになり、やがて犯罪に手を染めてしまったんだ。そんなに過酷な幼少期を過ごしていたんですね。でも、どうして犯罪に走ったんでしょうか？社会からの偏見や貧困に追い詰められたことが大きかったんだろうね。結局、彼は窃盗などの罪で逮捕され、投獄されてしまったんだ。投獄されてしまったんですね。でも、それで彼はどうやって立ち直ったんですか？獄中での時間が、マルコム X の人生を大きく変える転機になったんだ。彼は本を読み漁り、自分自身を啓発していったんだよ。そして彼は獄中でネーション・オブ・イスラムという宗教運動に出会い、黒人は自分たちの価値に気づき、誇りを持つべきだという思想に強く共感したんだ。自分を変えるために本を読むことから始めたんですね。それって本当に地道な努力ですよね。その通りだね。彼は言葉を武器にする力を磨き、演説や議論のスキルを高めていった。獄中生活が彼を犯罪者から黒人解放運動の思想的リーダーへと変えたんだ。投獄されても自分を変えるチャンスをつかんだなんて本当に尊敬します。その後、マルコム X はどのようにして公民権運動のリーダーになったんですか？釈放された後、彼はネーション・オブ・イスラムという団体の活動に参加し、組織の発展に大きく貢献したんだ。彼の演説は多くの人々の心をつかみ、黒人の権利や誇りを訴え続けたんだよ。どんなことを主張していたんですか？マルコム X は黒人が自らの力で社会を変えるべきだと考え、差別や不平等に強い言葉で反対したんだ。彼の主張は当初かなり過激だったけど、後に全ての人種が平等に共存することを目指す考えに変わっていったんだよ。過激なところから柔軟な考えに変化したんですね。それも彼の成長の一部なのかな？その通りだね。彼は命を狙われる危険がありながらも、未来は今日の行動によって決まると信じて活動を続けた。そしてその言葉通りに、彼は多くの人々に希望と行動のきっかけを与えたんだ。本当に行動を重ねた人なんですね。私も何か行動を起こしたくなります。マルコム X さんの活動をした時代ってどんな社会状況だったんですか？
やっぱり人種差別がすごく厳しかったんですよね。その通りだね。20世紀中盤のアメリカ南部では、ジムクロー法と呼ばれる差別的な法律があり、黒人は白人と同じ学校や公共施設を利用することを禁じられていたんだ。黒人に対する暴力や脅迫が日常的に行われていたんだ。そんなひどい状況で、黒人の人たちはどんな風に生きていたんですか？多くの黒人が社会の底辺に追いやられ、経済的にも教育的にも厳しい状況に置かれていた。それでもなお、そんな過酷な状況の中で差別に立ち向かい、自分たちの権利を訴え続けた人たちがいたんだ。それがマルコム X をはじめとする公民権運動のリーダーたちだね。その過酷な状況を聞くと、ますます彼らの行動がすごいことだってわかりますね。マルコム X さんって最初は過激な主張をしていたイメージがあります。でも活動を続ける中で考え方が変わったんですよね。そうだね。活動初期の彼は、黒人は白人とは分離して自立するべきだと主張していた。けれども後にイスラム教の聖地メッカを訪れ、多様な人種の人々が平等に祈る姿を目の当たりにし、考えが大きく変わったんだ。それでどんな風に考え方が進化したんですか？彼は人種の違いを超えて、全ての人が平等に共存する社会を目指すべきだと確信するようになった。そして黒人だけでなく、全ての抑圧されている人々の権利と平等を訴えるようになったんだ。これが彼の生涯の中で最も大きな変化だったよ。自分の考えを大きく変えるなんてとても勇気のいることですよね。でもそれが未来を見据えた決断だったんですね。マルコム X さんの未来は今日の行動によって決まるという言葉にはどんな思いが込められているんでしょうか？この言葉は彼自身の壮絶な人生経験から生まれたものなんだ。幼少期に家族を失い、投獄され、そこから自分を変える決断をして公民権運動のリーダーになった彼は、未来を変えるためにはまず自分自身が動くことが必要だと深く理解していた。彼にとって行動することはどういう意味だったんですか？マルコム X にとっての行動は、自分自身を変えるだけでなく、社会全体を動かす力でもあったんだ。彼は自分が変われば、やがて周囲も変わるという信念を持ち、まず獄中での勉強を通じて知識を得ることから始めた。社会で不平等が続く中、行動しない限り、現状は変わらないと感じていたんだろうね。行動するって時にはすごく勇気がいることですよね。その通り。だからこそ彼の言葉には一歩を踏み出すことの大切さが込められているんだよ。演説では具体的な例を挙げ、今こそ私たちが声を上げることで未来の世代が自由に生きられるようになると訴えた。これを聞いた人々は自分にも未来を変える力があると気づき、運動に参加していったんだ。たとえ一人でも行動すれば変化のきっかけになるんですね。そうだよ。一人の小さな行動が次第に連鎖を生み、やがて大きなうねりとなる。彼の活動はその象徴と言えるね。マルコム X が訴えたのは、他人任せにせず自分の意志で未来を切り開こうというメッセージなんだ。彼のこの言葉が多くの人々に行動の勇気を与えたんだよ。私も何かを変えるためにまず自分が動いてみようかなって思いました。この気持ちを未来にどう生かすかを考えたいです。それでは次のテーマから話したいと思うものを選んでね。小さな行動を始めることで未来を変える方法。日々の努力の積み重ねの重要性。他人を巻き込む行動の力。他人を巻き込む行動の力を考えてみたいです。私の友人や私自身もそうなんですが、助けを求めること自体に申し訳なさを感じてしまう傾向がある気がします。でも祖父や祖母は人の力を借りることはとても大切なことだって言っていたんです。自分一人が頑張ればどうこうなると思っているわけではないんですけど、どうやって人の力を借りたり
自分の目標達成にどうすれば力を貸してもらえるようになるのか、そんなことに最近悩んでいます。いい視点だね、ハミルさん。実はマルコム X も一人では変化を起こせないということをよく理解していた人物なんだよ。彼は人々を巻き込みながら公民権運動を大きな力に変えていったんだ。マルコム X さんも他人を巻き込むことを大事にしていたんですか？どうやって実践していたんでしょう？彼が行動で示していた他人を巻き込む力は次の3つの方法に集約されるよ。1、信念を共有する。マルコム X はまず自分の信念やビジョンを周囲の人々に伝えることから始めたんだ。彼は演説で黒人が自分たちの価値に気づき行動することで社会を変えられると繰り返し訴えた。それに共感した人々が彼の活動に賛同していったんだよ。確かに自分の目標や考えを伝えることで同じ方向を目指す人たちが集まってきそうですね。でも私みたいにこんなことを話したら迷惑かなって思ってしまう人はどうしたらいいんでしょう？迷惑かもと思ってしまう気持ちはわかるけど、まずは小さなことから共有してみるのがいいよ。例えば友人にこれをやってみたいんだけどどう思う？と軽く相談するだけでも自分の信念を伝える第一歩になるよ。それを重ねることで少しずつ賛同者や助けてくれる人が現れるんだ。2、小さな役割をお願いする。マルコム X は人々に自分のビジョンを伝えるだけでなく具体的な役割を提案することにも長けていたんだ。例えば集会を開くときにポスターを作ってくれないかとか、次のスピーチの場を手配してくれないかと、相手にとって無理のない範囲で協力を求めていたんだよ。無理のない範囲でお願いする。それなら私にもできそうです。そうだね。人は頼られることで自分が役立っていると実感するものなんだ。お願いすることは相手を信頼している証拠でもあるから、力を借りることは悪いことじゃないって気づけるといいね。3、成果を共有し感謝を伝える。そしてマルコム X は協力してくれた人々に結果を共有することも忘れなかった。君たちのおかげでこんな成果が出たと感謝の気持ちを言葉や行動で示していたんだ。これが新たな協力者を呼び込む連鎖を生み出していったんだよ。感謝を伝えるって大事なことですよね。成果を共有することで次も手伝おうって思ってもらえそうです。その通り。感謝は人と人とのつながりを強くするだけでなく、関わる全員にやりがいを感じさせるんだ。自分の力が大きな目標の一部になったと実感できると、さらに協力しようという意欲が生まれるんだよ。今日の話を聞いて、助けを求めることが決して恥ずかしいことではないと気づきました。私もまず自分の考えを周りに伝えることから始めてみようと思います。それが最初の一歩だね。他人を巻き込む力は自分の行動だけでなく、周りとの関わり方も未来を作る大きな鍵になるよ。見てくださった皆さん、今回のテーマについてどう感じましたか？人を巻き込む力をどんな場面で活かせると思いますか？ぜひコメント欄であなたの考えを聞かせてください。今日はありがとうございました。ここまで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。未来は今日の行動によって決まる。このマルコム X の言葉には、小さな行動がどれほど未来を変える力を持つかという深いメッセージが込められています。今日のテーマ、他人を巻き込む行動の力を通して助けを求めることや感謝を伝えることが未来を形作る大切な一歩になることをお伝えしました。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたの行動があなたの未来をどのように形作りますか？未来は私たちがどんな小さな一歩を踏み出すかで大きく変わります。あなたの行動が周りの人とつながり、より大きな力となることをぜひ実感してみてください。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。
この言葉があなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。また、コメント欄で今日のテーマやマルコム X の言霊についての感想をいただけると嬉しいです。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊も、あなたの心に響け。